はでは、デビュー1周年を記念しまして、まずは1年間お疲れ様でした。そして、2年目以降も頑張っていきましょう。ということで、乾杯！まあ俺らのデビューはそれで始まったから。そうだよ。やばいやばいやばい。名古屋？こっちの子や。ちょっと待って、しかももう煙出てんねん。ネイルの武器ってなんなんやねん。話してた。なんかもう答えがないとまずいけど。ああ確かにな。あー美味しい。美味しいね。ああ、うまきん。シャンパンで。まだ初めてやわ。酒のうまきんが見たの初めてや。ロケでしか。ご飯やろなやつ。全然やる。酒でもやんねん。全然やる。このガチ定点で YouTube で初めてやんな。そのスタッフさん今日はもうプライベートの時間ですって言われてカメラだけ置いていってはるから。ガチの定点だけ、定点カメラだけって言ってないもん。人気が金やからね。緊急シャンペーンが似合うねこれ。箸置きも牛やしね。確かに。金の牛。これ可愛いよな。目腫れてんの気になるね。ごめんな。説明しといてもらっていいですか。すみません、昨日右まぶたを、虫に刺されまして、今日は一日このビジュアルでお仕事させていただきました。すっげえ腫れてる。ほんまいろんな媒体出させてもらったり。そうそう、サードのね、宣伝語と兼ねて。腫れるんやな。いや、そう。でももっとやったんやろ昨日。昨日すごかったよ。それこそブログにも上げたけども。あ、そうなんや。あげたい。あ、してんねや。そう、いや言うとかな、なんか心配。まあそうやな、編集だからあんまりそのなんか東さんからみたいなすごいな、ほんまマジでボクサーとかみたいな感じやね。でもそこをカッターでピッて切ったボクサー血ビーって出して目視界広げたりするやん。そうなの？そうそうそう、血出したり血たまる。そう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 。ここになんでそんなボクサーに詳しいの？それやったら今バンやろや。ならんよ、余計腫れるよ。血が溜まってるわけちゃうねん。わからない血かもしれない。血ちゃうよ、産んでんねんから。産んでるか虫の菌でやる。一回やってみる。じゃあリスクがでかすぎるやろ。待ってお通しが金マッキーのやし。全て金より。コンソメスープからコンソメスープコンソメスープがほんまでっかいいよ。ほんまでっか俺コンソメきれい。ありがとうございます。うわ、きれい。貴族の紅茶やん。多いよ。すげえな。いいな。すごい。コンソメスープにですけど、こちら牛骨の牛骨のコラーゲンの塊でございます。スープに金箔乗ってるで。すごい。わ俺も入れます。じゃあさ、ほんまにコクドットコラーゲン。なくなった。溶けた。溶けてる。ほんまや。そもそものこの味ちょっと知りたい。そもそものあ味ー、うまっ。あ、美味しい。ほんま？コラーゲン溶かしただけでそんなうまいな。な、うまい。空気に飲まれてんじゃん。あ、この今のいただきたいと思います。うまきん。早い。正体がね。うまそう。牛のすげえ。すげえうまそうやけど。正解じゃん。確かに。一人で頑張ってくれたいや、すげえ食べたいだけ。うまっ。佐野取ってたのに。お、うまめっちゃうまい。オッケー、うまいわ。美味しい。うわもう全部やばい。何？あ、海牛に来た。やばっ。思ってたんといい意味で違う。すごいな。すごいのが来た。うわー、形も出ない。すごいの。ウニが海苔顔に。ありがとうございます。牛が海苔顔に。の。やばっ。一人一個いただいていいですか？一人こうやった、俺食べたい時に手あげへんかったけど。ここで。でも5個用意しましょうかってなったからありがたい。優しいね。やばっ。あー、すげえ。なん。いや、なんこれうまっ。むちゃくちゃや、すごい。すんごいな。すごっ。溶ける。マジで。ウニも。うまいわ。ガチで5人で飯来てるな、これ。
もうほこのままんまに全然あるもんね。あるよ。このままよし、ほんまにどうでもいい話しかせえへんの多いからね。確かになリアルやねほんまのリアルやな。もうでも取れたことは血ぐらいした。取れほんまやねほんまやね9割うまきんの話やねほんまやで。ありがとう、たからバッチリよじゃあ。みんな1個ね。うち食べた？そうだよちょうだいめっちゃうまい。いる？ちょうだい。ありがとう。ありがとう。あーうまいすごいよ。VIP が捨ててたの俺最初。俺がご飯。懐かしい。全国ツアーでカバーさせてもらった時に。ドルドル跳ねるシャンパンをでチーンててててて。未成年やから捨ててたから。でもなんかだいぶ緩なったよな。昔それもやったらあかんっていう。あったあったな。うん。未成年が乾杯してるのはどうなんやみたいなあったね。曲の中でもな。でもそれはそうやもんな。確かに。まあうシャンパンシャンパン持ってシャンパン持ってて言っても出るからな。ん。うんうん。バブルはめてるし。懐かしいな。そういう子こと供用ビールみたいな。嵐さんの乾杯ソングとかは一人だけストローさして。そうや。おいラップだわ小学そのの配信やんな。で、そのとこにおったもんな。じゃあよしとだって客席おったんや。そう一人だけ。懐かしいな。4年前。5年前か。コロナ禍の時です。あれってそうか5年前とかやねんな2020年でしょ。結成して1年目とかなんやあれってまだ映ほんまや。1年目って感じてるけ画いやそうやね俺ももうちょっと後で聞いてんけど意外とそんなことないねんだからど。でもそう無観客やったってことは。そういうぐらいの。で2020年がコロナや初年度やもんな。で俺ら19年でそうやなだから2月で。まあ、組んで一発が結構濃かったからな。 1年ね。確かにな。まさやまだ高校生やしな。うん。でもこう似合うからそういうの高3とかやわ。ほんまに学ラン似合ってなかったよ。嘘みたいやったもん。ほんまに。ほら。いや、マジで学ランでやってまさやが学校終わりに来たら、みんな、おう、学校終わりかとか言うよ。学長でしたもんね。笑うことだもん人生で一番受けたもん。あれ黙ってて受けることない。つかみと思ってないつかみやったもんなあれほんまに。普通に学校終わりなんかのに入ったら全員に受けたの。S 持ったんやと思って。いや、みんな多分普通に A 全員おった。A のリハや。あ、もうそうか。そうだ。そう高校生やったから。そうやで。学ラン似合わんってあんねんなと思もう万人が似合うはずやもん。うんこの方が似合う自信ある。って。今がやってるでしょ。高校生役。そう高校生え、学ランなんそれ。あ、ブレザーやった。ああ、ブレザー似合う。ありがとう。時間があかんねん。牛すじ柚子胡椒ついてます。あ。わあ嬉しいありがとうございます。やばいやばいやばいこれや。こっちはどこやん。ちょっと待って、しかももう煙出てんねん。ちょっとどこや。どこに置くんやろ。ちょっとすごいよ責任重大や。これいいカメラ枠で撮ってくれる。お分けしてよろしいですか。お願いします。はい。うわすげえなカメラ枠。すなんかヒレ肉ご用意しとるうわー。うわ。えぐっすごすぎた、もう言葉失うねんな。うわーしか出てけ浦島とのえらい驚いてる。浦島太郎や。浦島太郎この方の。だけ離れてる。おじいちゃんだったよ。だから今度ライブの参考になるやんスモーク焚いてブワー焚いて出てきたら金の紙出てきたらいいんじゃん次だからカメラコンセプトがわからんない。玉手箱を開くとか面白いよなでも演出めっちゃ老けた制約。でえ、それ何オープニングってこと？オープニングです。あ何オープニングでまずカッコつけた方がいいんちゃう？姫とかで我々。姫ざわざわざわ。ざわざわざわってなるうわー、嬉しい、すいません。もらえるのも綺麗。その箱だけ後でいただいていい？無理やん無理やって。これしかなくてあー、ほんとに。今後どうすんねん玉手箱出た時じゃダメか。でいつ使うねん。音で。それを。隣に座ったのが間違えここでずっとイヤイヤしてもこの時間違え最初さ席の座る順とかもなんか言われたよな打ち合わせの時。た。ありましたね。打ち合わせの時になそのこの感じで分かれると俺とリチャがこう喋ってでそっちがそう喋ってみたいなこうばらけて喋る感じになるから、うん。もっとみんなで喋るようにごちゃ混ぜになった方がいいんじゃないっていうのはね。
あここで喋ってね、こっちで喋ってまさか俺も入れてくれよ。どっちでもええから大きい声で一人でありましたね。あったよな。懐かしいでもマジであの辺からすげえ会話しろっていうのはめっちゃ言われたもん、いろんな人から。ああ言われたね。大倉君もしてさ、そのお茶混ぜに座るようにしてた時あったもん。あった。でもマジでその辺からさ、なんかコロナのリモート中とかもそうやけどさ、マジで何の気なしに喋る機会が増えたよ。なんか一回さ、めっちゃ電話せんかった、そのコロナの。何回か出ましたよ。テレビ通話してた。テレビ通話リモートやったりね。なんか小島君の部屋見た気する。ルームツアーやってた。引き出しの中とか見せてくれて。ああ、見てましたね。カードやったり、ベイブレードやったり。あったな。あれはあれで楽しかったな。いや、いい時間やったよ。なんかさ、今組んでこれぐらい経ってみたいな話もしたしさ。あれライバルがね、多かったからね。多かった。先輩方もそうですし、そのグループ同士で一番でかいので言うとなにわ男子たちな。毎日配信したりな。アイランド TV ね。アイランド TV やってたな懐かしいな。アイランド TV。懐かしいその声。やってたな。アクートな。アクートな。ガクート決めた動画が俺らが一番最初の。ほんまや。初めの初めて喋ったあれですもんね。なんかバラエティーっぽいやつ。そうやんな。やし、カメラ回ってないとこでそんなワイワイ喋ってもなかったもんね。まだ先輩後輩すぎて。そうやな。でちょっと気合い入れてたもん。よし、喋るぞって。なんかなんか変な。この日の出方でなんかキャラクター決まりそうとか思って。まあ実際だったしな、そのぐらい一本一本の動画出かった。まあ今みたいな YouTube で毎週とかないし。ないね。その迫約されねえから。コンテンツが今ほどなかったからなかったやっぱり。やっぱジュニアの時ってあっても出れる人が限られてる。 A の箱のなんか最終回2人で出ましたね。 A の箱っていう企画があったんですよね。めっちゃ裏回しアイランド TV の。めっちゃ裏回し俺ちょっと声裏回ししたくなった最終回みたいな終わらせ方どうするみたいなんで1時間ぐらい喋ってめっちゃホラーの展開小島君が言うてこの時の星源こうなったよな。そうそうそれで言うと、その時期はやっぱだから一番面白い人でありたかったからな。尖ってたんや。今はえ？今は面白い。一番ああ言っちゃったそっからかったあこからありたいではなく。ありたいではなく。そんな会議してんのも知らんかったわ。いやでもそれで言うとみんなで会議したりもしてたよ。まあどういうこういうことやろうみたいなことで。企画会議はね、誰かのメインの誰だよ。みたいな時は緑の服全員揃えところやつだね。その時から衣装やってた。確かにやってたな。色縛りとかチェック縛りとかやってたもんね。なんかめっちゃ覚えてるのが青やっけな正門君正門かなんかで面から青の服で青の服が1着しかなくてそれ着てったら「なんでおばあちゃんの服着てんねん」って妹越して突っ込まれて「安田君ねん」ってめっちゃ気まずくずっと安田君あ、安く。お下がりな。あったわ。ありがとうございます。お塩岩塩つけてよ。岩塩。なんかすごすぎてちょっと分からへん。ごめんなさい。食べる前から怯えてるよな。食べていいものなのか。そんな働きを普段できてるのか。怖くない。今一度。ありがとう。と。普通に振るだけ。じゃあ、そういうお店やもんあざといな悪いでさすが朝トレビジョン経験者やな。高校生浦島太郎です。シャドウリアン。浦島太郎。シャトーブリアンやったんやあ、そうやったんや。シャトーブリアンって言われて浦島太郎や。上島さんはお肉なんなん？浦島太郎のヒレ後輩あ、ヒレ。うまい。キムチ欲しいわあ、シャトーブリアン来ました。わじゃあエンペラー。エンペラーブリアンやばい。わちょっとじゃあトイレ行ってくる。エンペラーブリアンめっちゃ食べてる。キラやんもううわなんか立てきたね。証明書ですね。証明されたすごいやん。証明してくれるんですか別に疑ってないですよ。結構信用してますよ今今までの A チューブの食事会とかこう飯系の中で一番リアルやん。ほんまのプライベート飯に近い感じやん。プライベートでも A チューブみたいにワイワイやる時もあるし、別に A チューブがもちろん嘘でもないしそういうわけじゃないけど。何の話？ A チューブが全部偽りやって話
えぐい話してるどんな話ずっと作ってるよなって作ってるよな。これが本場ってことを俺たちずっと言って座ってるよなってじゃあそれはでも楽しませようっていうエンターテインメント精神。あ、じゃあ座ってんねんじゃあ増してる。あ、まあ言い方や根は一緒やでそれ。いや、まあまあそう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 。もちろんもちろんそうそう楽しんでやってるだけですから俺らでもマジでその A グループ仲いいよねって言われること多いんですよね。多いなぁよその現場行ってもほんまあ、そうや初めましてのところがマジでさ YouTube を見てさスタッフさんがいろいろパーソナルな部分を勉強してくださっていや、それはほんまそうやほんまにありがたいよな。でもそれのせいで俺はすごい実況権ってめっちゃ言われるからそれはだからその 100% 正しいわけじゃないよっていうのは伝えたいけどその YouTube の嘘ついてる。いや、嘘とはその偽りじゃないね。いやいや、そのなんか、いや、そのエンターテイナーやから俺。ってことだな。偽りじゃ、エンターテイナーの人みんな偽りなんかって話や。そういうことじゃないですよ。狂犬ってでもほんま最初の1年ぐらいで YouTube 始まって言ってたとは。まあそうやまあ、な。確かに最近は確かにな。狂犬なんだよ。確かにもうでもイメージやなったもん。いや、俺も最近噛みついてないしな。YouTube スタッフにあんま。そうかも。反抗で終わった。反抗来ちゃいます。水とそば粉と小麦と。あ、佐野ちゃんがトイレか。金粉まとお前と金粉しよう。エンペラーブリアンに金粉を振ってくれるらしい。エンペラーやん。証明書もあ、来たエンペラーブリアン。エンペラー。ちょっと待って、危ない。うわはみ出てらっしゃるやないですか。すごっもったいなくないもったいなくないうわ。今金高いですよ。落ちたやつ拾って帰ろう。うわなんで落ちたやつ拾って帰ろう。俺あ、すごいちゃいエンペラーリチャード。エンちゃん。今の絶対テロップなってるな、エンペラーリチャードはリチャード服にエンペラーや。エンペラーモードや。選ばれしやな。エンペラーリチャード。おーかっけー。エンペラーや。やったエンペラーリチャードの証明書も置いてもらったそれ何それ誰の店長さんが出てくれた写真。ちなみに草負け証明書。住民票うわすごいどうですか皆さんはそれで言うとじゃあもうねさっきはちょっと過去の話になりましたけども過去の話からこう経てでこう今いろいろ仕事させてもらってますけども今の仕事はどう叶ってますかその何年かの夢ねまあ叶ってちょっと待って今あ音から音も取ってるからちっちゃい声でしゃべるなんで今しゃべった今はお肉が主役の時間。そうやで俺らが出しゃばる時間じゃないいただきます。うまっ。エンペラー言ってるよエンペラーやばいでしょ。これでいいそんな能力ない。エンペラーやばいぞ。すごい。わさび俺わさびで俺わさびあ、やばっこれすごいわいただきます自撮りでしょ一口でいった。うまっうわ贅沢な自撮りうまっ家でやってるわやってんじゃんいつ慣れてめっちゃるから練習してる。どこで行かされ意外な一面。今生かされたそれもちょこってる生かされたちょこってるなそんな怒ったらあかんやんませよカメラやろ裏やったらまさやもういつも手出てるもん変なイメージ。普段のサムちゃんやったらな。わけわかんないけど現在。それもケンちゃんがさっき言ってたさ、はいはい夢の話じゃないけどさ、なんかみんなで話してたじゃないですかめちゃくちゃいいグループそのできた1年目とかにこうだからみんなでこう大阪の支社じゃないですけどもちょっとしたオフィスなんかお借りして朝までしゃべる喋ってで佐野ちゃんだけ学生やったらじゃあ終電でな。夜帰る書いてたなそこで結構喋ったじゃないですか、個人のしたい夢とかグループの言そう俺たちはどういう路線で行くのかやったり佐野ちゃんやったらその頃ミュージカルそうやしたいな。みたいなの言ってでほんまでも叶えていただいたのかな音楽的なで多分やけどあの時言ってたことは多分それぞれ叶ってんのよなんか。俺はだからモデルしたいって言っててそう今マイナーでこねやらせてもらったりとか。
でもなんか個人でやりたいことは言っててもさ、グループでどうなりたいかみたいなのが分からん時期があって、なんか俺らってデビューしたいって言っていいのみたいなさ、そうなんかいろんなことをやるメンバーがさ、それこそダンス得意な人、楽器やってた人とかいろいろ集まってお笑い頑張って4年生から結構先輩やな。4年生からやってるから不器用やしね、全員人見知りやし人見知りやな、ほんまに。いや、俺だからもっとやっぱリチャ君とかすごいんかなみたいな外交なイメージがな。やっぱパブリックイメージは先輩だリチャ君の時は。でもいざ同じグループになるとめちゃめちゃ人間味あるみたいな思ったら。でも多分グループできてすぐの時の方が喋ってたと思う。そう、ほんまにそうやと思う。なんか確かにちょっとまあしかも下ばっかやしね。ちょっと無理してたり3人で最初ご飯行った時とかめっちゃ喋ってくれてたけど、めっちゃ覚えてるわ。フィッシュ&チップスおごってくれて。リチャードやな。嬉しい。思ってるもんがリチャーやな。フィッシュ&チップスはジャンガーリーグ初めてのその番組有吉反省会。リチャ君と一緒に出させてもらったけど、ほんまにリチャ君の付き添いの人やった。でもメインがリチャ君そうリチャ君の隣でずっとまっすぐ立って。でもうほんまにそれ初めてやもん、全国ネットのテレビとかその辺で。みんな夜会とかもそうやった夜会気合入りすぎてみたいな、ちょっと変な感じ横山めっちゃ励ましてくれたけど、なんか励まされるようなことしたんかなみたいな、逆に分かってへんかったから。企画はあったけど、その横山君に励まされることによってその認定された感じが。そっかってそう優しさがな。そう横山君汗だくなりながらやってくれてた。いやいや優しすぎるよな、だって今実際さ後輩をこう責任持ってそのチームナックスさんとかじゃないけどこう新しいことやります、メンツをしかも言い方自分らで言うからあれかもしれないですけど、そのなにわ男子とかちょっとだから外れてた子らを集めて、お前らを食わしたるっていう男気はやっぱりなかなか。いや忘れへんもんな、先輩からもらった言葉でお前ら食えるようにしたるわって。あんな心強い後にも先にもないよね。めちゃめちゃ信頼できてね、それがだから嬉しかったよな。でもほんまに食えるようになんとかなったりとか。そうですよ。でデビューまでさせていただいてね、すごいな。かっこいいよな。有言実行すぎるわ。そもそもそんだけがっつり目かけてくれる人がいるんや。ああ、でもほんまにそれはそうやな。でも A 君で最初の方割とさ、あんまり誰も見てくれてなかった。マジで横山君、だけっていう言い方は極端かもしらんけど、当時のメンタル的にはそうやった。なんか結構マジでこれ自分たちでセルフプロデュースしていかないやばいなみたいな。ありました。今思えばでもすぐなにわとの映画とかそのすぐ各週のレギュラーあったりとか恵まれてはいたけど、なんかメンタル的にはほんまにその感じだったな。ほんまにそうやった。だからそこで与えられた俺絶対負けへんようにするみたいなのが一個、話し合っても思ったし、ありましたね。でも A の武器ってなんなんやとかさ、話したな。なんかもう答えがないとまずいけど答えられへんみたいな状況もするんでさ、全然あった。それこそちょっと話戻っちゃうけど、夢は何ですかっつってデビューってみんな言えないみたいなさ、そうでもなんか劇場回ってとかっていうのもなんか変な感じやしみたいな、それが良し悪しじゃなくて、そうそうアイドルっていう立場の人間としてどう言葉にしたらいいんやろみたいな、ちょっとビビってた部分なね、正直デビューっていうことへの難しさもなんとなく分かる。それはもう逆に言うと俺らがそのデビューっていうハードルの高さをも知ってるから、そう余計にちょっとなんか簡単に言っていいワードじゃない。そうやねんな。そのグループのコンセプトも言ってたわけでもないし。そうそうそう。だからちょっと不思議なスタートっちゃ不思議なスタート。スタートよほんまに。確かに。ね。今でこそねみんなデビューっていう言葉をなんかほんまここ数年やんな、ほんまにこうジュニアが言うようになったのが明確な目標というかゴール。そう話したのは覚えてるな、ほんまにその会議室でいいんやなってやつが確認したらそのなんか一人がどっかのメディアで雑誌とかで言った時に俺そうじゃないねんけどみたいな生まれへんように
みんなそれでいいよねっていう確認はしたよな。足並みをね。そうでもそのいいよねにもなんかいやなんでみんなでこう見てっていうのは点があったよな、そのあれずっとあったな、その未来に向けての不安、まあそうやな、不安やったな。言われてたしな、デビューとかじゃないって、実際な。でもそれもなんか愛情って分かってるしさ、そう俺たちを思ってのこのメンバーでっていう、そういうふうに進めようとしてくれてるのに言っていいんかみたいな。俺らが軸を変えることになるからな、そうすると。俺はでもその時からデビューはしたかったな。ああそうなんや。めちゃくちゃなんかなんやろ、デビューできへん可能性あるんかって感じだ。それ言われた時に、そう、いろんなところもある。ある種閉ざされましたもん、それはね。そう、なんかそのグループのコンセプト的に、そうコンセプト的にそうか、なるほど、じゃあもう CD デビューとかはないんか、みたいな一種の違うよって言われたそれがちょっと俺はあったな。その後もしばらく言ってなかったですね、せいや君も。まあ近くになにわ男子っていうやばすぎる強すぎるライバル余計やな。こういう人がデビューするのはあったからな、やっぱ。まあその勢い感じてたのもそうやし、でもマジで今やから言うけど、なにわがおったから俺らの見える方向は分かってる。まあめちゃくちゃあるね、対比として。そう対局にとりあえず行ったらキャラが立つ。当時はなんかそれでも言いたくなかったから買ってたけど、なんか尖ってたじゃない、若さというか、そのなんかそれはそれでな言うようにしてたな。可愛いねんけどな、なにわがこうやからとかさ、それは俺らはこれですけどみたいな、そうどこでもその感じ。そうね、確かに。5年前とかの話ですからね、5、6年前。何わがとかじゃなくて俺らはこういうスタイルなんで、何わがとかじゃなくてって言ってたわ。みんな言ってた。何話がどうとかじゃなくてぐらい。俺らはでもこういうスタイル本当はやっぱそのグループ内時期間の仲間でもあるっていうね、そう応援したいし、できてない自分も嫌いやしみたいなさ、それは難しい。今のデビュー発表した日の松竹さんの楽屋の感じとかなんかめっちゃ覚えてるわ。どんな感じだった？俺覚えてへんから逆に。その配信で何話のデビュー横ありな、横ありで MC だけな配信されたりとか。配信してて、おのおのリアルタイムで見てるか、見てなくても、それはネットニュースとかいろんなとこでデビュー発表したことは知ってて、察してて、でもあるやろやった夏松竹のゲネゲネやったな。ゲネの日初日が29とかだったんでしょ。多分昼間とかに楽屋入りしたけど、ちょうど見終わった後見終わってからやから、その時間に楽屋入りしたけど、なんか誰も何話のデビューの話を触れんかった気するおな。互いにすることはなかった。確かに触れんかったと思うわ。ででもも別にそのなんか全員揃ってから発表したなみたいな感じだったな。なんか薄かったんや。確かに。なんか別にそのテンション低いとかもなかったし、いつほんまにも通りの感じで別に触れんかったな、最初はな。まあ他の人のその様子見てたかもしれんな、その時の自分周りのみんなななんか言ってなんかおいちょっとがっかりするメンツもおるんかなとか考えたりしてたからそんなわけないけど、ここにといやし初日前でちょっと式に関わるかもなっていう変な気遣いがあったと、これからのまあね。それがサマスペやサマスペ元気やもんなマジで。あの時の松竹座でね、僕代表させていただいた。でも今聞く話やけど、スタッフさんが逆にすごい気使ってくれてたみたいな。らしいな。そうそう A グループ大丈夫みたいな。わからんかったみたいな。逆にそれはなかったよ。それはなかった。それで言うと全くなかった。それで言うと。ネガティブなあれはそうなかったもんな。だから逆言うと、何話でデビューできんかったら誰がデビューすんねんみたいなそうそう時期があったから思ってたし、やっぱ俺は最初にデビューできんねやってなったもんね。そうそうめちゃくちゃ背中押してたもん。おはようデビューしてください。頼む。そうやね。そうだからそれ聞いてびっくりしたし、でも逆に今聞けてそれは嬉しかったよな、なんか愛情っていうか。そうやな。そうでそのサマスペでさ、なんかいろいろやってたよほんまに。ダンスやって歌やってコントお笑いやってバンドもやってって、自分らでやったもんね。そうオールプロデュース、オールセットとかもフェスっぽいな。セット衣装とかも、なんかちょっと役割をガッチャンしてやったよね。
チャレンジでやって振り付けとかしてたもんさ2人で作ってそうや明日ねやったでオイラが衣装やってでみんなでセットリスト考えて後輩たちをどう立てようかとかその関西ジュニアで一体そうでやるライブやその時のテーマがライブではないぞ関西ジュニアを A グループがどう見せるかみたいなテーマやったから A グループって名前入ってんのライブに入ってない確かそう関西ジュニアのスペシャルそうでもそれでなんかライブっていう強みをなんかすごい評判が良かったんですよねなんか自分らで言うのもあれだけどありがたいことにねそうリアクションが良かったんですよお客さんも変な話身内もまだ全然コロナ禍やったしそうそんな中でどう作るか声なし後々めっちゃ言われるのがその後輩を立ててる A グループを好きになったっていうそういうの最初はさその俺らが前に出てみたいなライブじゃないんかとか別になくはなかったけどだから自分らの曲もっとやりたいとかあったそうオリジナル曲はとかあったやんか1曲2曲とかやったそうやけどなんか後々そういう後輩にこうやってなんかもう小島君とか毎日のようにお笑いの相談されたりとかさそうやなそういうことをしてる A グループを好きになりましたね嬉しいないやなんかあんまピンチではないけどあんまあれをまあ追い風ではなかった変えれたよな正直まあねまあチャレンジっていう負荷やったけどプライドとかバンドに向けて力入れ出したのもあの時期やなそうやねああそうかそういうサマスペの最初の方に事務所のバンドとか強いライブ好きな見に来てくれてでバンド頑張れって言っていろんな資料とあーか集めてくれそうやて楽屋で集められてでなんか思い出したアイドルがバンドする意味こんなことしたらええんちゃうかとかいろんなこと言ってくれて1ヶ月後にもう一回見に来るからバンド成長しとけそうでそこで成長を感じれたら来年のフェスに向けて俺が動いたのでちゃんと1ヶ月後にほんまなんかなその時のバンド褒めてくれたな日増すごとになんかそれできたいい感じや体感もあったしちゃんと最後の方に褒めてくれたでプライドとかなそうやな次の年にみんなそうやなそうやつながりましたねマジであのサマスペとかなにわのデビューって今の A の基盤やねあの辺はあの本当にそうやなライブ頑張ろうとかバンド頑張ろうとか意識は絶対変わらなあかん時期やったしあそこで変わってんかったらもう今こんなうまいよねそれはそうかもしあれないりがたいよなほんまにあのタイミングやなだからあそこでさ何がデビューしたことに1個ちょっとギア上がった感じしたよ A の中でこっからもう1個上げていくぞみたいな上がったしなんかちょっと視野が変わった感じがしたなんかもうデビューやって腹くくった瞬間でもあるけどより似てるとこがこう揃ったわけそう足並みがね向けて走り出せぞ感あったななんかでも今思えばやけどほんまになんか自分たちの自覚とは違ってさ勢い出てきたねとかさいいねみたいな、なんか急にファってきたじゃないですかその時期が、いや分かるなんかその勢いの正体が分からんけど、ただいろいろ頑張ってパフォーマンスしててっていうのそれを見てくれてとか YouTube もしたけどあんま変わってないもんななんか俺らのでもやって信念るそうそうやねやってるスタンスとしてはなでもあの時期が俺一番怖くてあまあいつ変な話こっちになったってことはいそうつこうなるか分からないそれはなんか話した覚えあるわなこれちょっと怖いな今みたいそうやねななんかあったしなほんまになんか褒められてるみたいななんでや分からんけど明確なのがそう嬉しいねんけどとかでもさ結構あってなんか結構最近こ A さんの勢いがとうかすごいって言われてますけどどうで雑誌したとかでねいやその時間があって分かる分かる分かる逆に何で感じたんですかだから聞いてたもん聞いてたそうねその正体不明の勢いが怖すぎたのはそうそうやなでも波が来てんねやったら乗らなしゃあないしなみたいなただ何を特化してやるのかっていう明確なもん分からへんなからお前一個一個大事にもうとりあえず全力でやるみたいな感じだったもんなだから全国ツアーもやってて全国ツアーな全国ホールツアー40公演41公演42ちゃうかな42をやらせてもらったんや俺のソロコンより1個少なかった気がするねうわかっこええなボケたいそうやその前にソロコンやってるからすいませんねそれも言ってた気するな14箇所やっ12け12かすごいなそれ12はか初やもんねあんなツアーっていうのが大所帯そうやそうね
各地巡るみたいなのも初めて。そうね。城巡りしたな。だいぶ前。ああ、したでもな。それはもう僕が A グループってやってあ、るそれはそうだ、それは。意外としてたな。懐かしいな。それいいですよ、城巡りの話したなってくるまた5年前に戻ってまうけどだって結局アリーナツアーはデビューしてからっていう、だから全然今の時代こうジュニアでアリーナツアーするのが普通の時代やからって考えてちょっと遅くも感じたりもするな。当時は焦ってた他と比べて遅れてんのかなって思っちゃうよな。だってそこやってないグループでデビューしてないのは続いてなかったなかったんですよ。そうね、みんなデビュー前に大体アリーナツアーしてからデビューしたもんね。何をとかもしてないもんね。そうやね。それはちょっとっていう話をしてたの。関西ジュニア京セラ決まった時のあれ懐かしい。そうね。なにわのライブにね、僕らはあ、横浜のね。横浜のやつね。で関西ジュニアの発表がありますっていうので、俺はもうほんまにシークレットで聞いてなくて、でそしたらなにわの、大阪城ホール公演が決定しました。初めてやったんですよね。なにわができてまだ1年2年ぐらいそう前にもうアリーナでやるのすげえみたいな。そうそうそう。でその後関西ジュニアの強制やりますってなったけど、やっぱなにわのアリーナの引きが強すぎて、えってなんか俺らも同じ時期にツアーしとったじゃないですか。だからやっぱ俺らもなんかあるんかな、関西ツアーね。ちょっと思っちゃって。わざわざ東京に呼んでくれてそうそうそう。ってなったら関西ジュニア全体ごとやったから A グループとしてはね、やっぱちょっと、まあな。でもあの時だからスエさんがちょうど舞台やったりしとって、なんかみんなでホテルの部屋に集まったの覚えてる。あそれスエさんが来てくれて。俺が行ったよ。あ、来てくれたんだ。そう。あったあった。俺だけその舞台中やからホテル別やってみんなで僕はみんなホテル一緒やったからっつってちょっと俺行くわっつって喋ったな、みんなで。結構重い、その時も、まあその時なりの悩みね。若いけどな、今思えばね。そう、今とは全然なんか違う悩みやけど、その時の俺らからしたらめちゃくちゃでかい。話してたな。でホールツアーやって次ワッショイキャンプ、わっしょいね。ドームか、京セラ東京でジュニア全体で集まって、祭りやったな、あれは。そうやなあ、そうやないろいろあったしな、その夏は。いろいろあってのでからまたいろいろあった。あったよ夏にいろいろあんな。おお、いろいろ2023年3やね、2023年いろんなことでも経ての24の3月の京セラ。めちゃくちゃ年末しまったからね、あの時もね。いろいろ。またな、毎日のようにお前ら語り合ってたな。確かに5年ぶりぐらいにな。そうやったな。事務所に集まってみんな喋ってっていう。なんか対応せなあかんことも多いし、まあここからどういうことをこうファンの人らをそうね、もっとこ困らせへんようにうどういう話を思いさせん、こう元気に明るくなるようにどういうことをやっていこうかみたいな話をしてた。プラスなことをどんどんやっていかないとつって。そうだ。でもプラスって何ってそうどういうことだよみたいな。なんかアイドルとしてのエンタメの底力を試されたよな、あれは。なんか俺らだけで話してもどうしようもならんけど、とりあえず話さなあかんし。そうだからその時も今日セラとか決まってたっけ？いや、まだそうまだやったんか。全然年明けてちょっとしてから。そうか。でもなんか小島が紙に書きながらさ、なんか何月にじゃあこういうことをやってみたいな、なんかそうこの週でこういうことをやりますみたいな、なんかなかった？ちょっと夢物語やけどみたいな。例えば、2月3日のそう節分でなんかイベントやってみたいなこと出ますやったよな。スピード落としたらもうこのまま終わってもみたいな。そうだからここでどうやって加速するかそうだから一回自分らで案考えてこれちょっと提出しようかみたいな。 2週間に1回ぐらいなんかメインのことが起きるようなカレンダー見てどんなイベントあるんですか。そうとりあえずだからこの5人でデビューというものができるのかっていう、また振り出しに戻ったわけです。ある種形が変わるからな。そうで井ノ原さんとかもわざわざ大阪来て話してくださったり、いろいろ心のよりどころだっていう大倉君、横山君も電話でいっぱい喋ってくれた。まずお世話になった人は一通り全員喋ってるの。ウエストさんもそうやし。いや、そうやな。その逆言うと数が変わるってこういうことなんやと思ったしな、ほんまに。まあそうね。そうね。でかかったけど、 2月まあでもそうやな、18でイベントもできたしな。横山君
結成日にね。あれもかったよな。5年前にやった A グループ初舞台をまたあれは今ね心機一転というか、まあエモいだけじゃ片付かん感情を持ってる人は絶対いるけど、まあ前に進めたよな。っていうかまああれをやるっていうのがまあそもそもの A グループ続けますの意思表示やから。で京セラ発表、そうね京セラデビュー発表。その辺の1年かりすぎな。いや濃かったあんまりよくファンの人が離れなかったよなっていう時期。ありがたいよ。背中をさらって感じの熱を。申し訳ないとかちょっとねめちゃくちゃ支えられた感あったよね、話の朝の時は。応援させるぐらいのアイドルで俺らのアカウントに逆に支えられて、知らんな。不思議なもんですね。見どころ頼ってたそうそうそう見どころに逆にねなってましたね皆さん。結構なんかアイドルっていうエンタメの脆さを感じる5年ではあるその A グループ組んでからってせやなコロナがあって会社のことがあってメンバーのことがあって特別強いわけではないですからね我々も。アイドルってすごいバランスで成り立ってるなっていうのはめちゃくちゃ感じるな。デビューツアーやらせていただいてファーストシングルここまでの今だいぶ省略して喋ってるけどねファーストシングルいや俺もそう MV も撮ってめちゃくちゃロケ行かしてもらったしなあれ。あったね。東尋坊のリチャード忘れられへん俺はもう遠くから見たらガキやったリチャードを探せの時間がある。ほんまにガキやったガキやとかアップしたりちゃうみんなで渡る時間すごい大変だから気をつけてください。ほんまやんな。破れてるスタッフさんと書きすぎて片や熊が出る山奥に行ってな。鈴なそうよ気合い入れてめっめっちゃ時間かけてメイクしたからでもそんぐらい逆にな皆さんもやっていただいてそうやでマジでそのデビューしてからの輪の広がり方はめちゃくちゃ感じるよ。歌番組もさほんまになでセカンドシングルがあってのオリコンランキングがね新人賞していただいてほんまありがたいよほんまなんか次から次によね目まぐるしかったですね去年はね。漫画やとしたらだいぶすごい毎話クライマックスよほんまやな。何次どうなるで、あ、よかった次どうなる早いな一生繰り返される展開がな一回で区切ったら一冊ペラッペラやもんね。そうやな出来事的には毎週すごいね熱いめちゃくちゃすごかったよ。で今サードシングルやっと今の話というかそうだよなマジで。やっぱその音楽番組とか出るとさいろんなアーティストさんいるやん。あ、俺らこんなフィールドで戦ってんねやって。まあそうはあるよな。ほんまに俺らジュニアの戦い方と違うなっていうかさ、でもなにわ男子とか現場でおったらやっぱちょっと和むというかホッとするね。ホッとする仲間やってなる。それこそなんかデビューしてからさまだフェスとかで出ない。出たいね。出たいねまあ怖さもあるけどね。もちろん中に飛び込んでやることでまた成長することもあるやろうし、知らん世界多分めちゃくちゃあるよね。学べることもあるやろうし。いやー出たいねまあそうだから年々やっぱ失うものが増えていくアイドルっていう職業がでもその中でもやっぱねそれも持ったまま飛び込んで戦いに行きたいよな、いやそうね。いろんなフィールドにでそこで盛り上げれたら一個自信にもつながるしね。それはそれで。カメレオンなんか本当にその象徴というかだいぶ攻めてる曲やなって思いましたよ、YouTube も MV 出させてもらったりで最近あと催眠術会がすごい好評らしいですね。すごいやな。すごかったな1週間で100万行ったよねすごないあれ2、3日で行ったでしょなんなら。 100万は行ってない100万やないか1週間1週間ぐらい。 50万回とかでも通常のほんまに倍以上な。それなめっちゃ早かったな何倍も早い50万円すごいよな。加速エグかったなってすごいねすごい。だからあんな朝飯食うだけじゃ100万のことない。思い知らされたな。甘い甘い。ちゃんとちゃんと考えなきゃやっぱり。気がほんまにそれがもうデビューしてからの怖さでもありますよね。まあな。いやコンテンツが A グループだけになるっていうことその数字によってはこのできることの幅が広がったりさ応援してくれてる人に恩返しするためにっていうのはやっぱ数字をでかくせなあかんあるからね。だからそれで言うと YouTuber はやっぱ100万人っていうのは行きたいね。いや行きたいよね行きたいなまあ今年なのかこの5月15来年そうやなもっと怖い行きたい YouTuber だだから今
この5人の空気感をもっと愛してほしいよな。正直ちょっとこう簡単にね言ってるわけじゃないというか、やっぱ目標言うと結構自分たちの稼いでもあるっていうか。でも言わな変わらんっていうのは俺らデビューで学んでるからな、そこは。だからそこは恐れず、まあね、行かなくてもじゃないけど、行かなかったら行かないなりに今後どうやっていくか。そうやね。100万はやっぱ目標やな。ああ、でかい数字いやけど。つまでですか？100万はいつまでに行くっていう。今何人いらっしゃるんでしょう？今50万弱ですね。 50万弱。1年じゃない5月15、2周年2周年やな。2周年だからまたこういう企画なんかさせてもらったら、その時には金の盾がいやね、2周年と100万人記念をできたああ、確かにな。金の盾とだからエンペいや、それエンペラーと証明書証明書とエンペラエンペラーリチャードと並んで3枚あるの3枚あります。ゴールドの3つ。キンプドリアも増やしてもらって100万いきましょう。 YouTube はね、とりあえず。 2周年までやね。 CD も行こうよ。ミリオンミリオン行きたいね。サードでいったらかっこいいな。やっぱそのアミリオンーティストとしてさ、ミリオンアーティストって肩書き欲しいやん。いやーやっぱ年々やっぱサブスクが主流になってきてる、この世の中。でもその CD で勝負するのが意味ある職業じゃないアイドルって。いや、そうね。まあそうね、コンテンツうちファンの人らにもミリオン行きましたってうん。言いたいしね。みんなのおかげでそうそうそう。もうデスティニうん。ね、まあそお、言えるようになったんや、このタイトル。そうやね、ずっとデザイアってよかったわ、言えるようになっマッサンおらんタイミングで2人のラジオとかでもデザイアた。言ねってたから。いまだにでも迷うデスティニハテナではあるけど、そうやったな。そうのコメント欄とかもスタッフさんとか僕らもまあ見させてもらってこう、まあ最近で言うとだから、先輩で言うと SnowMan さんとかね、国立でライブをやってで僕ら A グループも、もう1年以上前から国立でやりたいっていう目まあ標生意気にもね、デビューのタイミングで言わせていただきました。そういずれの、まあ、目標です。目標としてはそれをみんなが言ってくれてるっていうのがなんかこうあのコメント欄嬉しいな。目標になってるというか、 A を国立に連れていくぞみたいな。いやー活力になりますよね、あれが。立ちたいよね、やっいや、ぱ。立ちたいよな、やっぱり。見に行けへんかった時の勢いとか、国立でのいろんなところからスタッフさんとかからの声聞こえてる感じとか、なんか何個も国立で国民的な感じ。やっぱ立ちたいなってめっちゃ思ったな今回。よし、やっぱ初めてのこともしたいじゃないですか。そうね。で、まあちょっと言葉にするときついかもしれないですけど、関西出身のアイドルグループはまだ多分いらっしゃらない気がする。国立国立がね。そう、やっぱそこはやっぱ欲望として野望として初めては俺らがっていうのは持っときたいから。いやもうでもそれは何に対してもあるの。そうアグレッシブなそういうことは。もう全部初めて。そうそう。国民的っていうのをずっと目標にしてるけど、そんなアバウトな目標から少しは近づくんじゃないかとは思ってますよね。国民的。で、日本国民みんな個人名言えますとかになったら熱いいや、それが国民的やとちょっと思ってる。やっぱいやもうそう思うありますやん、芸能人それぞれあだ名がついてるみたいなね。サノチーンとか。なんでその国民の皆さんにインタビュー行くときにセンター君が選ばれてんの。でも全員サノチーンって言うねんで。嬉しいな。嬉しいやん。嬉しいな。モノマネ付きや。なんでゆうたくんのほんまに好き。嬉しいよね。そうだな。 2年目突入ですからね。そやな。より過酷になりますよ。1いやいや年目のブーストはなくなって。もう新人じゃないからね。そう新人じゃないし、もうお祝いね。ご祝儀はご終わりました祝儀はもう終わったから。上もすごいし、こっからもう下も勢いすごいし、俺らの力がほんまに試される年になってくるから頑張りましょう。全部楽しみましょう。突き進むしかないからね。そう勝ちましょう。ファンのみんなと一緒に。佐野ドライブ。佐野見とけよ。ドライブ。おっしゃ、無事出発。点滴終わってでその後肌トゥルトゥルなってますよ銀座といえば俺マサヤと2人で時計見に来たわ。佐野ドライブの主人公どうも A グループの佐野正也でーす。耳かきはいその心は CM 気持ちいい顔できそう。こっそり撮れたね。最高の耳かき。集まるの大事ですね。大事や。会話大事よ、このグループやっぱり。誰かが言い出さないかね。俺言うやん。おお。言ったね。じゃあもう取ってるから。それはそれ。俺んちで。おお。あ、いいじゃないですか、最高。鍋パン。あ、いいね。
体の好きな鍋パンタコパでもいいし